皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。1万年前の伝承の勇者はゲルド族で薬剤ガノンに乗っ取られたのかもしれませんね。ブレスオブザワイルドのネタバレを含みます。敏感な方はお気をつけください。最近7人の英雄像や8人目の英雄像についての質問が増えてきまして、これらに関する考察もこれ以上はもう難しいかなと感じていますので、そろそろこちらの内容をお話ししてまとめて質問の答え、情報が出る前の今のところの僕の結論とさせていただこうと思います。薬剤の目視録の作中、ラストダンジョンであるハイラル城ステージ内には、ブレワイ作中では入り口が土砂で封じられてしまっている大広間に入れます。その中央奥の壁に耳の尖った古の時代のゼルダと思われる女性と、同じく耳の尖った古の時代の勇者かハイラル王かと思われる屈強な体の男性の石像が背中合わせで建てられています。服装が半ズボンに見えることもあって勇者じゃないかと僕は思っています。ローム王の服装というよりは息吹の勇者服や英傑の服なんじゃないかと思うってことですね。彼のこの中央に剣を立てた仁王立ちスタイルに見覚えはあるかと思います。ゲルドの街の石像やビューラのあのスタイルですね。それ以外にもっと重要なもので見覚えがあったので、その石像の手を見てみたら左手の甲が上に来ていました。ちなみに写し絵の記憶9でわかるように、ブレワイリンクが同じポーズを取ると左手が上に来ます。ブレワイ作中ではゲルド砂漠東に東ゲルド遺跡、通称7人の英雄像があります。ゲルド地方に伝わる7人の英雄伝説という実在の人物を元にしたお話があるそうです。でも彼らには、というか彼女らかもしれませんが、実は8人目がいたようでしたね。8人目が女性だということだけはゲルドの街の人やボテンサから聞ける英雄像のエピソードやミニチャレンジの内容から推測できます。赤褐色の巨神の異名を持つ彼女ですね。その8人目の像だけはなぜかかなり距離がある北の山の向こうに立っているんです。先ほどの仁王立ちスタイルの話に戻しますと、その7人の英雄像は皆右手の甲が上に来ていて、8人目だけは左手の甲が上に来ているんですよね。そしてスルーされがちなんですが、イーガダンアジトの現在の入り口の広間にも英雄像があります。こちらは東ゲルド遺跡のものと比べて割とコンパクトにまとまっています。さらにここの英雄像は8体が揃っていて、その全ての手の甲は左手が上に来ているんですね。これらの違いが表す意味とは何なのでしょうか。かかりこ村の家や他のシーカー遺物の壁もそうなんですが、ここの真ん中の燭台を上から見た図もトアプリのソルの模様に似ていますよね。関連はちょっと分かりませんけど、今まで薬剤の目視録で初めて明らかになったことといえば、始まりの大地の地下がおそらくゾナウ遺跡となっていること、小諸駅にある時のオカリナの墓地を思わせる謎のお墓たち、果ての砦西の大きな岩にはおそらく古代炉が埋まっていることなど、地下遺跡、お墓の地下に誰が眠っているのか、地下の古代エネルギーを利用している古代炉と考えていくと、全て地下のゾナウ遺跡に関するものにぶつかりましたね。なので薬剤の目視録でしか入れないハイラル城の大広間に立っているこの石像もゾナウ族に関わるメッセージ、ヒントなんだと解釈してみました。一応もう少し考察材料を足すと、8人目の英雄像の剣、忘れられた剣って英雄像より下に落ちているならわかるんですが、実際は英雄像より高い山に落ちているんですよね。そして忘れられた剣は東ゲルド遺跡と8人目の英雄像を直線でつないだ間に落ちていることから、シーカーかゾナウの何らかの謎技術で8人目の英雄像を浮かせて運んでいる時に落ちたと考えることもできますよね。といったことから、もともとは東ゲルド遺跡の英雄像も8体揃っていたと考えられ、あの入り口だと解釈できる隙間にもともとは左手の甲を上にした8人目の像があったという解釈もできそうですね。東ゲルド遺跡の英雄像にゲルド文字が書いてあり、解読してみるとザ・セブン・セイジスとなります。7人の賢者ですかね。そして8人目の英雄像にも同じ文字列があるみたいなんですが、そちらは左右対称になってるんですね。上に来てる手の甲も左右対称になってるんで、鏡合わせの状態で複製できる謎技術かとも思ったんですが、これ以上は今のところ調べられていません。こんがらがってきたので、そこで一旦やめにしました。さあ、じゃあここからは前から考えていることなども総括して、
もしかして過去にこんなことがあったんじゃないかという僕の妄想を、矛盾点を一旦無視していろいろと判明してないなりにもお話を作ってみたので、それをお話ししていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の黙示録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。まだの方は今チャンネル登録をよろしくお願いします。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。8人目の英雄ドイブラン。太古の昔、ゲルド族の大魔の剣の勇者がいました。彼はハイラル王国の姫と力を合わせて薬剤ガノンを封印する役目を担っていました。彼には親衛隊のような女性ゲルド族の部下が8人いて、そのうちの1人ドイブランと勇者は特別な関係にありました。長い戦いの末、いざ封印せんとしたその時、勇者が薬剤ガノンの呪いにかかってしまいました。周りの者は彼が突然薬剤ガノンに寝返ったと判断し、彼をその場で撃つことを決めました。その時に活躍したのが彼の部下の8人で、彼女らは英雄と称えられました。しかしその中の一人、大魔の剣の勇者と特別な関係にあったドイブランの心中だけは違いました。彼は呪いにかかり操られただけと触れ回るものの、裏切り者の仲間という疑いがかかり、今度は彼女が処刑されてしまうことになってしまいました。その後、裏切った勇者とその仲間と疑われたドイブランを輩出してしまったことを恥じて、新しく作られた歴史を語るにあたり、英雄は初めから7人だったと語り継ぐため、巨大な英雄像が7体、砂漠の東に建てられました。その際、裏切り者と同じ剣の持ち方は改められ、左右逆の手の甲を上に乗せました。7という数を印象づけるため、力を真、偽、体、知、非、道、10の7つに分けたという物語を無理やりにつけました。いつしかこの物語の出どころ、真意は忘れ去られ、勇者の裏切りも皆の記憶から消えていきました。一方、ドイブランを慕う数少ない者たちによって山を隔てた向こう側にドイブランの英雄像が建てられました。その者たちは町を出て北の洞窟へと生活の拠点を移し、そこで真実を語り継いでいくため8人の英雄像を作り、ひっそりと暮らしていきました。勇者がどこに封印されたのか知る者は誰もいません。こんな感じのお話になりました。ただの妄想の一つとして聞き流してください。ゲルドの街に左手を上にした英雄像っぽいものはいくつかありますし、なぜハイラル城の大広間の石像は左手の甲が上なのかなど矛盾点が残りますが、ただ8人目だけひっそりと別の場所に建てられているので、こういったテイストの嘘で塗り固めた真実の物語は実際に設定としてあるのかなとは思っています。さて、先ほどはドイブランという名前で紹介しましたけど、そんな彼女が僕が前に考察という名の妄想動画を投稿した神々のトライフォース、盗賊ブラインドに似たような名前でとかだったら熱いなーみたいな妄想をし始めたので、先ほどの妄想話では名前をドイブランとしておきました。ゲルド族の名前は化粧品やアクセサリー、美容関係のものが由来になっていて、彼女がもしドイブランならブランドに近いから女性ゲルド族の名前としてありだなーとか考えたんですね。妄想の上に妄想を重ねてしまってすみません。聞き流してくれると嬉しいです。まだまだよくわからないことだらけですが、少しずつ隙間が埋めていける気もしています。そしてブレワイに関する重要な手がかりは、今までの感じからすると1ステージに1個ずつくらい薬剤の目視録にまだまだ眠っていると考えています。そしてダウンロードコンテンツ購入特典を皮切りに6月11月とブレワイの新事実が明らかになる可能性は高いですよね。たくさん話してきましたけど、考察材料に使ってください。ということでブツッと切りますが、今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけると、また動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。